冗談じゃなくびっくりするぐらい甘くて美味しいメロンでした。ディーバの甘さに驚愕しました。これまでのメロンとは次元が違う圧倒的な甘さ。来年度収納独立するので、はい、それでは今日は皆さんの4種類のメロン、露地メロンの皆さんの食レポをしていただいた食レポが全員届いたので8人ですね。食レポを紹介していこうと思います。これがこの春の4種類の露地メロン、これの最終回になります。皆さんの感想、おおむね好評だったようです。嬉しいことです。じゃあ、4種類っていうと、高見メロン、TL 高見メロン、ディーバ、ベロッサっていうのが4種類ですね。この4種類で、やっていくんで、まずは高見メロンですね。高見メロン、写真が届いておりますので、それを紹介しながら、紹介していこうと思います。まずは高見メロン、鈴木さん。食レポありがとうございます。読みながら写真をこうスライドさせていきます。鈴木さん、高見メロン、早速試食させてもらいました。とても立派なメロンで感動しました。説明にはすぐ食べられるとのことでしたが、あと3日ほど程度置いた方が良かったように思いました。メロンのいい匂いがしましたが、甘みが少しあっさりしていました。肉質も硬くて、我が家ではもう少し柔らかい方が好みでした。こんな貴重な体験をさせていただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。もぐのがちょっと早かったか。だいたい理想もぎしてるんだけど、理想もぎでもそっか、すぐでも食べられる。一応案内入れてあってすぐにでも食べられるんだけど、しばらく待ってもらってもっていうことなんで、多分行き過ぎちゃうと心配だったっていうことで、多分早めに食べてもらったんですよね。いい判断だと思います。メロンってやっぱり食べ頃が難しいんでね。で理想もぎするとあれだな、すぐ食ってもある程度美味しく食べられるんだけど、ちょっとそこは悔やまれるところでしたね。鈴木さん、またよろしくお願いします。食レポありがとうございます。そして次いきます。高見メロン、いっちゃん、写真をスライドさせていきます。美味しい。家族8人でいただきました。大絶賛。いつも食べてるメロンと違い、身が厚くて甘さもしっかり、冗談じゃなくびっくりするぐらい甘くて美味しいメロンでした。初めての甘さ、よくあるセメダインのような味もなく、これが本当のメロンなのかってみんなで美味しくいただきました。ありがとうございました。いやー、ありがとうございます。いっちゃん、8人で1玉だともう三日月を1つずつになっちゃうね。でもね、今度あれだったら注文ください。1箱3500円ぐらいで売ってるのかな。ただもう今年はないですが、高見メロン来年もやる予定なので、ぜひよろしくお願いいたします。食レポありがとうございました。高見メロンはこんな感じですね。次は TL 高見に行きますか。はい、それでは、TL 高見メロンの食レポいきたいと思います。まずはね、愛知県のロマママさんはYouTuber で屋上菜園をいろんな品種の植物をやってるみたいで、1万8000人ぐらいチャンネル登録者がいる YouTuber さんです。いきます。写真はこんな感じで、 TL 高見、びっくりする食感とジューシーさで今まで食べたことない上品な高見でした。ごちそうさま。また夜に女子会開くのでみんなで試食しますね。そしてさすが YouTuber、 動画で届いております。動画こんな感じです。はい、2キロ以上あって、うちのね、測りでは測れなかったんですが、相当ね、大きな実なんですけど、うちの地元、愛知県のね、高見はもっとね、緑色っぽい感じがするんですが、
こちらの高見は、なんとなくもっとね、普通のネットメロン風なね、香りと色がする。なんかね、ちょっと違う気がする。やだ。めちゃ甘い。糖度チェックの感じと全然違って、全然普段食べてる高見と違います。めちゃくちゃ美味しい、森田さん。見た感じよりもすごくジューシー、全然ジューシーで、このネットの貼り方が、まるでね、クラウンメロンのような、なんていうの？いや、美味しい。口の中でスッと溶ける。ちょっと硬そうに見えたけど、さすが完熟ですね。スッと溶けて、香りがバッと広がり、めちゃくちゃ甘い。めちゃくちゃ甘いんだけど、品のいい甘さ。こちら辺で売っているね、緑色の甘くてすごい甘いだけっていう高見とは全然違う。いや、めちゃくちゃ美味しい。びっくり。森田さんありがとう。めちゃくちゃ美味しいですよ。いや、食感といい。口から溢れるね、ジューシーさがすごい。今日ね、パーティーがあるので、女子みんなでね、ちょっとまた味見していこうと思います。ありがとうございました。めちゃくちゃ美味しかったです。はい、ありがとうございます。まあ嬉しいことです。ちょっとロマママさんに送ったやつは大きいやつだったかな。まあ大きさが大小いろいろあるんで、その応募っていうか募集して、でもう収穫始まってたんで、住所が届き次第随時送ってて、あるメロンを送ってたんで、まあ大小サービスにムラがあったかもしれないですけど、皆さんすいません。でさらにこれで動画も作って女子会の動画も作ってくれたそうなんで、女子会の動画こっちの方に貼っておきますんで、こっちからちょっと女子会の動画も見てみてください。はい、そしてもう一方 TL 高見メロン、スコちゃんいきます。今シーズン初のメロンが森田農園さんの高見メロンでした。ラッキー。初老の夫婦には食べきれない 1.4 キロのサイズでした。これがね、サービスにムラがあるって、ロモマさんの時は2キロ超えだっつってたんだけど、でした。高見メロンのネットはカタログ通りの繊細な網目模様が鮮やかでしたが、全体的に黒ずんでいたのが少し気になりました。多分ね、後半にね、粉じらみが少し発生したんで、それの汚れが多分ついたんだと思います。外見はこのくらいでいよいよカットです。届いたのが7月10日で、メロン独特の方向はほぼなく、まだ早いのかなと感じたので、少し追熟を考えたら森田さんから食べるのは早めの方がいいとアドバイスがあり、7月12日にカットしました。内部は綺麗な薄黄緑色で、可食部が厚く食べ応えあるぞって感じでした。中央部分の糖度を計測したら、なんと驚愕の 17.7 度。こんな感じですね。すごい。反対側も 16.6 度もありました。こんな感じです。続いていよいよ食味です。どちらかというと固めの部類に属するでしょうか。スプーンで食べようとすると皮に厚く残ってしまう感じでした。包丁で皮ギリギリを切り離すと、皮の近い部分の果肉の硬さが主張する感じがしました。とは言いながらも、17度超えのメロンはそれはうまいに決まってます。2人で一気にペロリでした。本当に美味しかった。これから暑くなる日々が続きます。暑さに負けずお互い頑張りましょう。森田さん本当にありがとうございました。感謝ということです。丁寧な感想ありがとうございます。スコちゃん。もうこれね、届いたのも7月の半ばだから、あれからもう2週間以上経ってますね。でも良かったです。 17.7 度嬉しいことです。ありがとうございます。まあね、高見メロン今年もそんな悪い出来じゃなかったんで良かったです。はい、じゃあここまでとりあえず。はい、それではディーバー行きたいと思います。土屋さん、食レポありがとうございます。こんばんは。食レポメロン16日が食べ頃とあったのですが、家族が揃う17日にいただきました。こんな感じです。
切った瞬間から素晴らしい匂いがして、見た目にもバッチリの食べ頃という感じがしました。糖度は 16.3 度でした。食べるとこんな感じ。食べると果肉も硬くもなく柔らかすぎず、皮に近いところまでしっかり味がありました。味も濃くて香りが強く、一度食べたら忘れない、それくらいインパクトがありました。嫁さんは今までいろいろ試食した中で一番美味しいと大絶賛でした。孫たちも毎度のことながら取り合って食べてました。こんな感じですね。森田さんのメロンと比べてしまうと舌触り滑らかさが負けますが、味甘さ香りは申し分ありません。正直露地系メロンでここまでの風味を期待していなかったので驚きました。来年は自分でも育ててみようと思います。暑い中丹精込めて作ったものをいただけて感謝しきりです。表現力に乏しくどこにでもあるような感想でごめんなさい。いや、そんなことないですよ。嬉しいことです。十分伝わります。感想動画を見ている人たちにはぜひ一度食べて体験してもらいたいです。これからさらに暑くなるので体に気をつけてください。本当にありがとうございましたって感じですね。土屋さん、食レポ、丁寧な食レポありがとうございます。正直ね、ディーバの香りは去年作った時と去年の20度超えの時より今年は香りがすごくよく立つディーバになったっていうのも、多分より熟度を進めてからもぐ60日超え、もう60何日ぐらいまでちょっと引っ張ってからもいだんで、匂いが立ってましたね。やっぱりちょっと固めというか早めにもいだ方が糖度的には出るんだよね。糖度測定というか糖度計には多分僕なりの解釈で言うと、食べ頃になってこう水に近くなっていくと果肉がこう糖度計っていうのは濁りみたいなものを測るの、水分の中の濁りみたいなものを測るんで、よりこう水分が余計になってきて固体から液体に変わるっていくと数値的にはちょっと出づらくなっていく。硬いメロンのが出る。これはね、僕糖度測定いっぱいやってるんでそんな感じです。スイカにしろメロンにしろ完熟になってっていうか食べ頃に近づくほど、糖度は下がっていく。これはまあしょうがないことです。ということはやっぱり熟度を増すまで収穫を待ったんで、20度は確かにいかなかった。僕が測って3玉4玉ぐらいディーバ測ったんですけど、やっぱり17度いっても18度ぐらいだったですね。ただ美味しさは今回の方が圧倒的に美味しいし香りが立った。でこれを萩原農場に伝えたんですよ。去年は20度いったっていう動画も見ててくれて、ブリーダーがで見ててくれて、その後あったんですけど20度いってよかったですってまあ21度とかまで言ったんだけどその時の僕の感想は、糖度は確かに高いけど果肉が粗いというかちょっと固めで、それで風味がないっていう感想だったんですけど、今年はちょっと変わりましたね。やっぱりしっかりと完熟まで木で、ある程度長い時間流せるとすごいいい匂いがした。フルーティーな、自分でもびっくりした。まあ理想が出てくるまでは森田さんやりすぎですって言われました、萩原農場からも。まあこれはしょうがない。もう僕はちょっとディーバをいろいろやってみようかなっていうことでいろいろ試験をしてみて、もう一回来年もまたディーバやろうと思います。ディーバが有名になってきたら嬉しいですね。今回と前回の去年と今年の中間あたりのある程度なんていうのかな、追熟にも耐えられて、それでいてしっかり香りが立つ、そのぐらいの収穫時期をちょっと来年は目指してやっていこうと思います。はい、次は浅井メロンさん、ディーバ食レポです。ありがとうございます。ディーバ食レポありがとうございました。
森田農園さんのメロンは次元が違うこんな感じです。ギフト専門レベルの農家さんだと思いました。甘みが非常に強く、改めてプロとしてされているので失礼かもしれませんが、すごいなと思いました。肥料、栽培のこだわり、 YouTube 以外のところ、映らないところで努力をされていると感じました。風味も最高にいい、高級なメロンの風格が漂っていました。口に入れた時にアルコールの風味がしたが、品種特有なのか皮の底まで美味しく、僕としてはディーバが食べやすく好きな食味でした。結構いいタイミングです。お店では流通の関係であまりない収穫ギリギリまで引っ張ったものが届き嬉しかったです。確かにそうなんですよ。あまりならせすぎると発酵というか糖分がアルコールに変わっていくんで、ちょっとアルコールっぽくなっちゃうんですよ。このギリギリもうちょっと前ですね、収穫は。あとそれに今回の収穫より2日前ぐらいでもうちょっと果肉がもう若干しっかりした状態で収穫する。そこから追熟させればアルコール風味は出ないと思うんだよな。はい、続きます。どこ収穫切り、どこに出しても恥ずかしくなく、リピーター続出間違いなし、幸せになる一品をいただきました。しかし玉がまだしっかりしていたと思います。品種特有。そっか、玉はしっかりしてたけど、まあでも多分そうなんだな。そうだとすると2日前に2日早くもいで、追熟期間をもうちょっと空ける。そうすると多分間違いないいい感じの食味になるんじゃないかなって思ってます。でも玉がしっかりしている品種です。確かにディーバは、これまでのメロンとは次元が違う圧倒的な甘さ。なぜスーパーのは森田さんみたいな美味しいメロンが少ないかと思われますか？店の予算的なことか、流通自体が少ないか。多分スーパーとかはある程度のロットがないといろんなチェーン店というかいろんなスーパーに配れないというか、店頭を満たせない、僕みたいな少しやってるぐらいの農家がやったとしても、多分スーパーの棚を常にその棚をキープするのは難しいんでね、やっぱり市場からある程度大きな産地の安定した量のある産地のやつで棚作るしかないっていうところがあると思いますよ。ぜひ購入したいと思いました。来年度収納独立するので、ディーバ路地でトンネルでして栽培してみます。接ぎ木にしようかと。ニカドリ希望ありがとうございます。マジか。いきます。糖度は 17.6 度でした。惚れてしまいそうなぐらい申し分のない一級品です。森田農園さんの日々の栽培、YouTuber などかけながら応援させていただきます。アサイメロンさん、ありがとうございました。食レポっていうか、収納するのか、何で収納するんだろう。作物、気になるな。もしこれを見ててくれたら、コメントかLINE の方でください。農業はね、今ね、修羅の道ですよ。特にメロン農家とかはちょっとやばいっていうのも、僕は収納してもう32年ぐらい経つんだけど、僕が収納した時の最初の投資資金とかが、投資の金額とかがもう桁違いに高い。でそれでいて、そこまでできたものの価格が上がってるわけではないので、最初にお金を出していろいろ揃えていく時にお金が多分かかるんですよね。そのお金をかけてちゃんとに元が取れるのか、そこはちょっと戦略的にいろいろ考えて
やるしかないんですけど、あとは作物、こういう果樹とかは植えてから5年経ったら本気になってくるみたいなもんだし、果樹はね。メロンはその年から取れるんだろうけど、ハウスを建てるにしてももうフィルムが高くなってるし、鉄骨だってアーチだってみんな高くなって、アルミも高くなってるし、5年前と比べてももう 1.8 倍ぐらいにはなってるかな。もう全部1000万で建てられたやつが1500万では建てられなくなっちゃったぐらいなので、まあでもそれを農家としては仲間ができることは嬉しいことですけど、頑張って浅いメロンさんやってもらいたいですね。でも浅いメロンっていうぐらいだからメロンやるのかな。まあでも露地はコストがかからないくてし、いいと思いますよ、お金の面ではね。ただ栽培のしやすさはやっぱりハウスの方が安定感はあるかな。どうしても気候に雨だったりなんなりになっちゃう時があるんで、そういう時が心配ですけどね。そんな感じで露地で稼いでって少しずつハウスにしていくみたいなこともありかもしれませんね。はい、浅井メロンさん、またじゃあ収納して何かあればどんどんコメントだったり LINE だったりちょっとしてみてください。僕ができることがあれば何か協力できるかもしれないんで、また連絡をください。はい、では以上です。はい、それでは最後はベロッサ赤肉、この4品種の中で一番僕が自信がなかった品種ですね。はい、それでは食レポいきたいと思います。やっちゃん、食レポありがとうございます。こんな感じです。重さ 1.3 キロ、糖度 15.3 度、身はしっかりと締まった感じでした。硬いかと思いきや滑らかな歯触りで緑メロンとは違った香りです。確かに硬めが好きな人には赤肉をおすすめします。そうだね、僕も経験から言って、全部ではないけど赤肉の方が身持ちがいい気がする。こう食べ頃柔らかくなるのにちょっと赤肉の方が時間がかかる気がしますね。はい、硬めな種は小さく、種袋も小さめでした。よかった。実の部分が多いので食べ応えがあります。こんな感じです。ちなみに大人8人で美味しくいただきました。また大人8人、結構視聴者大家族いるな。すごい。うちもマックスの時8人だったな。今はだいぶ減ってきましたが、はい、ベロッサは身持ちが良さそうなのであと2日くらいは先延ばしできそうです。そうですね、これはもう追熟で調整するしかないですね。貴重な赤肉ベロッサありがとうございました。これからも応援しています。ありがとうございます。やっちゃんはね、いろいろ僕の動画にそれこそ動画を送ってもらって毎週紹介しているやっちゃんです。あとはこれからは多分自分の、種配りおじさんの種がそろそろできてくると思うんで、まだまだメロンが食べられますね。この間はスイカが14度を超えて 14.7 度、素晴らしい。いつもご視聴ありがとうございます。そして食レポありがとうございました。でラストちーくんベロッサベロッサを送ったんですけど、ちーくんは一回うちに来てくれたことがあって、長野からハイエースで来てくれたことがあって、で7月に入院して退院したのかな。なのでベロッサだったんですけど、ビーバも一緒に退院祝いとして送りました。なので両方の感想が入っております。ちーくん、ディーバの甘さに驚愕しました。息子の食レポ通りベロッサの甘さが程よく引いていくのが食べやすく感じます。ちーくんね、丁寧に動画をたくさん送ってきてくれたので挟みながらいきます。こんな感じです。
はい、ただディーバの甘さも癖になりそうです。少しディーバが潤んでいるような見た目でしたが、食べてみると全くそんなこともなく、皮目ギリギリカットなのに美味しくいただけます。子供たちの動画もあるね。使ってもいいってことなんで挟み込みます。いいよ別に。はい、いいよ食べて。どっちから食べる？うちはね、うちこっちから。じゃあはい、渡るくん。いいよ。甘い。甘い？いいよ。おいしい？甘い。どっちがどっち？どっちがどう甘い？こっちはちょっと爽やか系の味で、こっちはなんか強い甘みが強い。こっち結構爽やかめな。うちにしては渡るわい。どっちが好きかってこと？どっちがどう違うかってこと食べ比べて。ちょっとこっち強すぎだな。こっちってどっち？緑色の方、緑色の方はなんだずっと甘みが残ってるけど、赤肉の方は、甘みはあるけど、緑色の方より残らない。そうなんだ。こんな感じです。はい、子供たちは赤肉ベロッサの方が好きと売れ行きに差がつきました。そっか。それでも甘さのディーバより赤肉のベロッサを好むのか、子供たち。やっぱ赤肉も少しやった方がいいな。はい、前に訪問した際にごちそうになったアールスケートを舌が覚えている感覚での感想ですが、うちのマスクメロン来た時にね、試食してもらって、あの時食べたメロンの柔らかさと今回のディーバの柔らかさで言えば、ディーバの方が柔らかいのですが、ベロッサの方がディーバの方がメロン果肉繊維を感じます。分かってるね。確かにそうなんですよ。アールス、純系アールス滑らかで繊維感少ないんですよ。はい、ベロッサの方がまだ硬い分だけ繊維の感じ方は少なかったです。メロンのこの品種っていうのは熟してくるとよくわかるんだけど、もう滑らかにこうなるもの、繊維状になるもの、そしてつぶつぶつぶって粉状になるもの、大まかに言うとこの3つに果肉感が分かれる。で、一番強い、血の中で一番強いのが粉状、粉状になるのが血が一番強い。同じにこう掛け合わせたりすると粉状が残っていくっていう感じですね。で、2番目が、繊維状になっていくのが2番目で、一番弱いのが滑らかなやつだから、滑らかな血は何か掛け合わせるとそっちに負けていっちゃうんで、なので滑らかなメロンがだいぶ減ってきてるっていう僕の中の印象ですね。優性劣性、今は牽制先制とか言ったんですけど、分かりやすく優勢と先制でいくと、先制が劣勢の方ね。劣勢に入るその滑らかさが、ただその滑らかなのが一番うまいんですよ。そうこれがこう品種を掛け合わせていく時
なんかで一番難しいところですね。その滑らかさだけ取っておきたい。ただ F1 にすると優性遺伝強いやつが F1 に出てくるんで、どっちかっつったらもう粉状か繊維状が出てきちゃう、子供にって感じですね。はい。どこまで行ったか忘れてた。はい。うまくできないと言われても瞬殺できない。確かにうまくできてないってベロッサ。僕送る前に期待しないでくださいって言ってたんでね。うまくできないと言われても瞬殺でなくなったのがベロッサという皮肉です。ディーバがなければ十分な甘さです。本当にありがとうございました。動画を撮ってくれて、食レポ動画まで撮ってくれてありがとうございました。ちーくんも今スイカとベロッサ栽培してる、ベロッサじゃない、メロン栽培してるって言ってたんで、長野の方ももう暑くなってきてるでしょうけど、頑張って栽培してもらいたいものです。はい、それではこんな感じで、やってきましたね。で、来年はもう高見メロンは PL 高見はやる。そしてディーバもまたやる。で、ベロッサは今度はもっときっちりとクオリティ上げて作りたいと思っております。はい。それで、これでこの4種類の、露地栽培の4種類の露地栽培メロンの動画シリーズ、これが最終回になりますけども、実はもう1本撮ってあって、それは来年の、今年の反省と来年の品種を何やるかっていうやつの動画を白石くんと地元のパートナーがうちで修行した女の子なんで、彼女と一緒に作っている、メロンを栽培している白石くん、動画がどっかにあると思うんでここらに貼っておきます。以前ね、毎年糖度測定糖度の測り合いしてるんで貼っときますが、2人でその反省会と来年はどうしようっていう動画を撮って、これもちょっと面白い動画になったんで、そちらをおまけとして最後もう1本だけこの最終回の後にあげたいと思うので、その時はまた見てみてください。はい、皆さん丁寧に写真と文章とで動画を撮ってくれる方もいて、食レポありがとうございました。こういうのがね一番の励みになります。みんなある程度正直にいいところも悪いところも、いいところが多かったんですけど、ちょっとアルコール臭がしたとかそういうところも全部しっかりと言ってくれるんで、硬かったとかね、まだちょっと早かったとか、そういうのももう参考にしてこれからの僕の糧になっていくんで、はい、この食レポは楽しいですね。はい。で、今はスイカの食レポがどんどん届いていってるので、スイカ6種類のスイカ、これの、食レポもあれしていきます。はい、それでは、ちょっと長くなりましたが、皆さんからの、食レポ動画たくさんいただきました。ありがとうございました。それでは以上です。来年もまた頑張るぞ。もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録をいただけるともっと嬉しいです。ありがとうございます。